オスマン帝国の起源。オスマン帝国成立前のアナトリア。アナトリアはオスマン帝国誕生以前、多くのオグニカや部族が支配する地域でした。非常に重要な交易路上に位置しており、異なる文化と宗教が交差する場所であったんです。この地域はビザンチン帝国やセルジューク朝など多くの大帝国の影響を受けていました。ビザンチンの衰退とセルジューク朝の内紛がオスマン帝国の台頭を可能にしたのです。例えば、セルジューク朝の後継国家の一つであるルームセルジューク朝がアナトリアを支配していた時期に、オスマン一世がこの地域に登場しました。オスマン一世は、この地域の不安定さを利用して自らの勢力を拡大していったんですよ。ですから、オスマン帝国成立前のアナトリアは、様々な文化と帝国の力が交錯する非常にダイナミックな地域だったと言えるでしょう。動画の途中ですが、チャンネル登録、評価をいただけましたら嬉しいです。オスマン一世と初期の統治。オスマン一世はオスマン帝国の基礎を築いた人物として知られています。彼は周囲の古国家や部族を統一して自らの力を強化し、帝国の礎を築きました。彼の統治下で軍事的な成功を収めたことが帝国の拡大に直結しました。また、彼の政治的な洞察力とリーダーシップが帝国の初期の安定と成長に大きく貢献したのです。オスマン一世はビザンチン帝国との境界地帯であるビテュニアを征服し、これを起点に帝国の版図を広げていきました。彼の死後も息子たちがその遺産を継承し、帝国の拡大を続けていったんです。オスマン一世はオスマン帝国の創設者として、その初期の形成と発展に不可欠な役割を果たしました。帝国の名前の由来とアイデンティティ。オスマン帝国という名前は創設者オスマン一世に由来しています。この名前は帝国が築いたアイデンティティと統一感の象徴となっています。オスマン一世の名前を帝国に冠することで、彼のリーダーシップと遺産が帝国のアイデンティティの中心に据えられました。これは帝国の統合と連続性を示す重要な要素です。オスマン帝国の統治者たちはスルタンという称号を使用し、彼らはオスマン一世の直系の子、孫であることを強調しました。このように帝国のアイデンティティは創設者の名前と歴史的な連続性に深く根ざしているのです。オスマン帝国の名前とアイデンティティは創設者の遺産とその後の統治者たちの努力によって形作られ、帝国の団結と繁栄の基礎を築きました。オスマン帝国の拡大。バイジット一世の来撃戦。バイジット一世はオスマン帝国の歴史で重要な役割を果たし、彼の言った来撃戦は帝国拡大の大きな転換点となりました。彼は迅速な軍事行動と戦略的な機動力を駆使し、短期間で多くの地域を征服しました。この来撃戦はオスマン帝国の軍事的優位性を確立する上で重要だったんです。バイジット一世は特にバルカン半島での迅速な進軍を通じてオスマン帝国の勢力範囲を大きく広げました。彼の戦術は後のオスマン帝国の軍事戦略に大きな影響を与えたと言えるでしょう。バイジット一世の来撃戦はオスマン帝国の拡張において革新的な戦術であり、その後の帝国の歴史において重要な位置を占めています。コンスタンティノープルの包囲とその影響。コンスタンティノープルの包囲は1453年にメフメト2世によって行われ、オスマン帝国の歴史、さらには世界史においても転換点となりました。この包囲とその成功は、ビザンチン帝国の終焉を意味し、オスマン帝国の新たな時代の始まりを告げるものでした。また、東西の文化が交差する地点として、この都市の征服は重要な象徴的意味を持ちました。包囲には当時の最新技術が使用され、大砲などの火器が大いに活用されました。メフメト2世は、都市を陸と海から完全に封鎖し、長期間にわたる包囲戦を展開した結果、ついに陥落させたんです。コンスタンティノープルの包囲とその後の征服は、オスマン帝国の地中海における支配を確立し、
世界史の流れを変えた重要な出来事でした。地中海への進出と海洋帝国への変貌。オスマン帝国の地中海への進出は、帝国を陸上の大国から海洋帝国へと変貌させました。地中海進出は、オスマン帝国にとって戦略的に重要であり、商業、軍事、文化の面で大きな影響を及ぼしました。これにより、オスマン帝国はヨーロッパ、アフリカ、アジアを結ぶ重要な交易路の支配者となったのです。オスマン帝国は、地中海の島々や沿い、岸辺を次々と征服し、海上での支配力を高めました。例えば、レパントの海戦では、オスマン帝国の海軍はヨーロッパの連合軍と対峙しましたが、この戦いは地中海におけるオスマン帝国の影響力の大きさを示しています。オスマン帝国の地中海への進出とその海洋帝国への変貌は、帝国の歴史において重要な節を形成し、その後の地中海世界の歴史に大きな影響を与えました。文化と経済の黄金時代。スレイマン大帝と法の統一。スレイマン大帝の治世は、オスマン帝国の法制度の統一と強化によって特徴づけられ、帝国の黄金時代を象徴しています。スレイマン大帝は、立法者として知られ、彼の下でオスマン法が統一され、法の支配が確立されました。この法的枠組みは帝国内の秩序と安定をもたらし、経済と社会の発展に寄与したんです。彼はシャリーア・イスラム法とカーナーン・スルタンの法の統合を推進し、司法システムを改革しました。これにより、帝国内での法の適用が一貫して行われるようになり、社会的な構成が強化されたのです。スレイマン大帝の法の統一は、オスマン帝国の政治的、社会的な基盤を固める重要な要素であり、その治世はオスマン帝国の最も栄えた時期として記憶されています。オスマン帝国の商業と貿易ネットワーク。オスマン帝国は広大な商業と貿易ネットワークを通じて経済的繁栄を享受し、その黄金時代を築き上げました。オスマン帝国はアジア、アフリカ、ヨーロッパを結ぶ重要な交易路の中心地となり、シルクロードの一部として様々な文化と商品が交流する場となったんです。特にスパイス、絹、宝石などの高価な商品がオスマンの市場を通じて取引され、イスタンブールは国際貿易の重要な中心地として栄えました。このような活発な商取引は帝国の経済成長を促進したのです。オスマン帝国の商業と貿易ネットワークはその経済の基盤を強化し、黄金時代の一翼を担っていたことがわかります。文化と芸術の繁栄。オスマン帝国の黄金時代は文化と芸術の面でもその繁栄が顕著であり、多様な文化的影響が融合し、独自のオスマン文化が花開きました。この時期には建築、文学、絵画、音楽などの分野で卓越した業績が見られ、イスタンブールを中心に文化的な活動が盛んに行われました。オスマン帝国は多様な民族と宗教の融合により豊かな文化的遺産を築きました。オスマン帝国の衰退と近代化の挑戦。17世紀の危機と内部腐敗。17世紀はオスマン帝国にとって多くの危機が重なった時期であり、内部腐敗が帝国の衰退を加速させました。この時代、オスマン帝国は経済的な困難、軍事的な挫折、行政の効率性低下など様々な問題に直面しました。特に官僚制度の腐敗と封建制の強化は中央政府の権威を著しく弱めたんです。例えば、デブシルメ制度キリスト教徒の少年を徴収し、軍人や官僚に育成する制度の衰退により、有能な人材の供給が減少しました。また、地方の有力者たちが勢力を強め、中央政府の統制を逃れるようになりました。17世紀の危機と内部腐敗は、オスマン帝国の長期的な衰退の始まりを告げるものであり、その後の歴史に深刻な影響を及ぼしました。西洋の影響と改革の試み。西洋の技術的、軍事的進歩に直面し、オスマン帝国は改革を試み、近代化の道を模索しました。
18世紀末から19世紀にかけてヨーロッパの軍事技術や産業革命の影響を受け、オスマン帝国は自らの制度を見直し、近代化を図る必要に迫られました。これは帝国が西洋列強と競合するための試みだったんです。タンジマート改革や若干派の動きなど、様々な改革が行われました。これらは法制度、教育、軍事などの面で西洋のモデルを取り入れ、帝国の近代化を進めることを目的としていました。これらの改革は完全な成功を収めることはできませんでしたが、オスマン帝国の近代化過程における重要なステップであり、その後のトルコ共和国の基盤を築くことに寄与しました。帝国の終焉と遺産。オスマン帝国は1922年に公式に終焉を迎えましたが、その遺産は現代においても多方面にわたって影響を及ぼしています。帝国の終焉は第一次世界大戦後の国際情勢の変化と国内の民族主義運動の高まりが背景にありました。しかし、オスマン帝国が築いた文化的、社会的な基盤は、このトルコ共和国を含む多くの地域で継承されています。オスマン帝国の建築様式、言語の影響、法制度などは今日のトルコやバルカン半島、中東の国々で見ることができます。また、多民族国家としての経験は、これらの地域の多様性を理解する上で重要な意味を持ちます。オスマン帝国は、その長い歴史を通じて複雑な遺産を残し、現代の多くの国々や文化にその影響を与え続けています。その終焉は一つの時代の終わりを告げるものでしたが、その遺産は今日もなお生き続けているんです。オスマン帝国の歴史的意義と現代における影響。オスマン帝国の歴史的位置づけ。オスマン帝国は中世から近代にかけての重要な時期に存在した帝国であり、その歴史的位置づけは東西の文化交流、軍事的、政治的影響力によって特徴づけられます。この帝国はヨーロッパ、アジア、アフリカの3大陸にまたがる広大な領土を支配し、イスラム世界とキリスト教世界の架け橋となりました。また、その軍事的な強さと行政の組織力は多くの地域の歴史に影響を与えたんです。オスマン帝国はヨーロッパのルネサンス期に影響を与え、また東方と西方の商業ルートとして機能しました。さらに多文化を統合するその能力は異なる民族や宗教が共存する社会構造を生み出しました。そのため、オスマン帝国の歴史的位置づけは、世界史における重要な橋渡し役として、そして文化的、政治的な影響力を広範囲に及ぼした帝国として評価されています。オスマン遺産と現代トルコ。オスマン帝国の遺産は現代トルコの政治、文化、社会に深い影響を及ぼしており、その遺産はトルコのアイデンティティの一部として今も生き続けています。トルコ共和国はオスマン帝国の後継国としてその建築、言語、法律、文化的遺産を継承しています。これらの要素は現代トルコの国民のアイデンティティ形成において重要な役割を担っているんです。イスタンブールのモスクや宮殿など多くのオスマン時代の建築物が今日も残り、トルコの観光名所となっています。また、オスマン帝国時代の法律や社会制度の影響はトルコの法制度や教育に見ることができます。オスマン帝国の遺産は現代トルコの文化的、社会的基盤に深く根ざしており、トルコの歴史とアイデンティティの中核を成しています。世界史におけるオスマン帝国の遺産。オスマン帝国の遺産は世界史において重要な影響を持ち、国際関係、文化交流、法の発展など多方面にわたってその足跡を残しています。オスマン帝国は長い歴史の中で多くの文化と交流し、異なる民族や宗教間の架け橋となったことで世界の歴史の中で独自の位置を占めています。その影響は国際法の発展や東西の文化的交流に見ることができます。オスマン帝国の法体系や管理体制は他の多くの国々に影響を与えました。また、オスマン帝国が言った外交政策は
国際関係の基本的な原則を形成する上で重要な役割を果たしました。オスマン帝国はその歴史的・文化的遺産を通じて今日の世界史における多文化主義や国際関係の理解に大きく貢献しています。